てる人たちの数が、だから逆に増えたんじゃないかなと思う。みんな多分自分は大丈夫だから、まあ海とかだったらいいかなって。まあほとんどさ、人がいないような公園、大きい公園行っても何十人とかいるじゃん。Hey guys and girls, on Ask Japanese, it's Kathy Cat, and today I am joined by my friend. Hi, I'm her friend Hiroko from Hiroko TV. Right, and today we are going to talk about what things have changed in Japan now that we have the state of emergency. So what's been going on and stuff like that. And we thought we're going to get a Japanese opinion in it as well. And there we go. Let's start this. Let's start. じゃあよろしくお願いします。さて、はい、State of Emergency、緊急事態に入ったんだけど、一応自分の周りとかどうやって街が帰ってしまったのかなと思って。なんか東京とかはさ、人がちょっと減ってるって言うじゃん。今もうあんまり出ないようにって言われてるし、電車にもあんまり乗らないようにって言われてるから、東京は確かに減ったなっていうテレビを見てて思うんだ。横浜に住んでて、なんかね、横浜はひろこの家の近くってなんもないところだから、普段は全然そこまで人いないんだけど、みんなほら家の近くしか行かれないじゃん。だから逆に増えたんじゃないかなと思う。あ、増えたんだね。そう、いつもベランダから下見てるんだけど、下歩いてる人たちの数がいつもよりちょっと多いかなっていうのとか、多分買い物とかみんな行ってるんだと思うんだけど、スーパーがいつもより逆に混んでる気がする。まずいじゃない。そうだから怖いから、ひろこは買い物行くときはオンラインか、あと夜遅い時間、もうスーパーが閉まる前ぐらいにピュッて行って買ってる。早い時間とか夕方行くと混んでるから。ってことはでも横浜はやっぱり東京で働いてる人は横浜に帰ったりとかする多い。近いしね。あとなんだっけ、ダイヤモンドプリンセス号泊まってたのも横浜だしね。そのダイヤモンドプリンセスが、ちょうど始まった時期の時に横浜はどうだったの？そんなに変わらなかったかな。ニュースではやってたけど、多分日本では怖いけどまだ大丈夫って多分思ってたと思う。そこでみんな閉じ込まれてるから大丈夫かなみたいな思われたのかな。あと多分個人的な意見なんだけど、ひろこのオリンピックがさ、まだ延期になる前だったから、その時。そうだよね。そうだから日本のメディア側がオリンピックのこともまだ決まってない状態で、コロナ本当に危ないから家から絶対出ないでくださいとか言えなかったんだと思うんだよね。危ないんだよって、広げちゃいけないんだよっていうステイアットホームの報道はあんまなかったじゃん。まだあの時は全くなかったよね。そうでオリンピック延期になってから一気にバババババっていうそういう報道が増えたじゃん。そうだから結構なんか見怪しまやってるんだけどね。だからみんな多分言えなかったんだろうね、日本のメディアも。でも言わなきゃいけなかったのに言ってこなかったから、みんなまだ緊張してなかったと思う、その時は。ちょっと待ってね。日本はいい意味も悪い意味も人を家の中に閉じ込められないんじゃない？法律がね。だから今、そう話を聞いてない人は別に罰がないしお金払わなくてもないんじゃない？ある意味いい意味で人々の自由を、尊重する奪うことができない、それちゃんと応援してるところがすごいいいところなんだけど、ちょうど今のコロナのケースの時にはプッシュができないんだよね。例えば今の今朝に読んだんだけど、あるいろんなパチンコの場所は閉まってくれないじゃん。やばいよね。だってうちの隣やばいよね。隣の隣もパチンコ屋さんあるんだけど、今やんなくていいじゃん、みんなパチンコ。そうだよね。でも閉まってるし空気悪いしね。でも昨日スーパーに夜買いに行ったの。そしたらやってた、パチンコ屋さん。その大阪府の知事が、もうパチンコ屋さんやめてくださいって言ってるのに営業してるから、もうやめてないパチンコ屋の名前出しますって言って発表しちゃったの。このパチンコ屋が言うこと聞いてませんって言って、発表したんだけど、パチンコ屋さんがそれに対する答えは、でも今営業しなかったらその分従業員に給料払えなくって、みんながお金なくなってどうするのって言ってた。でも、それ全部のビジネスもそうじゃん。本当だよね。ファッションとかお店とか、そういう理由にはならないと思うから、いろんな人もちゃんと我慢してる。早くみんなが一気に我慢すれば、早くみんな仕事に戻るんだけど、こういう中途半端な、特にこういうね空気が悪い場所を空いたままにすると、私たちが我慢する分は意味ないじゃんってすごい思うんだよね。だし、なんか絶対意味なくはないけどさ、
きっとパチンコ屋さんの、偉い人たちはさそうしたいじゃん、でも働いてる人たちはちょっと怖いよね、それもあるよね。行かなきゃいけないんですか、休みにならないんですかって思うだろうし、まあでも、もちろんお前らは仕事するなよって言っちゃったら、そこで本当に仕事がなくなってさ、お金がなくなって生活できなくなってホームレスになっちゃう人も出てくるかもしれないじゃん。だからこれからもそうなっちゃう。そうだから絶対やるなよとはひろこはなんかどっちとも言えないなって思っちゃう。なんか難しいなって、私たち今みんな一気に我慢しないと長引っちゃうから、で特にパチンコは別にさ周りの人の人生のために立ってるものじゃないじゃん。スーパーとかじゃないから、ただのギャンブルから、正直パチンコギャンブリンじゃん、それは今我慢しようよって感じ。しかも結構人いてびっくりした。って思って、結局名前を出したんだけど、ある意味出すだけで何の意味のないような気がするんだよね。まあそこまでしかできないんだろうけどさ、出しちゃったらさ、だから逆に宣伝になってるんじゃない？だよね、ちょっとやってるんだ、超思ったって感じ。だってさ、やってるんだじゃあ行こうって思う人絶対いるじゃん、本当に何のパワーがない、そういうルールを聞いてくれない人に何もすることができないところがちょっと世界的にちょっとショック。まあ本来はそれが日本のなんか自由にさ尊重してくれるいいところなんだけど、こうなっちゃうとね、ちょっと例えばもう他の国だったらさ、クアランティーンパスっていうのが Each family has one quarantine pass、 それが日本にはないからね、だってマスクしないで出てる人もいるもんね、しばらくお待ちください。マスクしないで出てる人もいるし、普通に遊んでる人は残念ながら今でも見えるから、怖い。スーパーに行く時にはさ、無理やりも全部家族をみんな行くし、子供が咳してるし、咳してるなのにいろんな商品触ってるところも見たから、すごいショックだったんだよね。一気にみんな我慢すればいいんだけど、日本人なのになんか日本人さ、我慢強い国じゃない、他の国と比べて。確かに。なんだけどこういうことになってるのなんでだろうってすごい思ってて、でもなんでと思う？多分なんだけど、そのオリンピック前の報道が厳しくなかったから大丈夫かもよみたいな雰囲気があったじゃん、ちょっと。だからそっから一気に厳しくしてってるけど、まだ大丈夫って思ってる人が多いんだと思うんだよね。まあでもちょっとずつ全体の意識は変わってきてるとは思うけどね、みんな日本人のちゃんとしなきゃって思ってる人も絶対増えてるし、でもなんか I don't give a っていうタイプの人はいつでもいるじゃん、どこにでも。確かに。でもやっぱ家族子供連れの、結構すごいいるし、若い人も皆さんグループで会ってワイワイバチャバチャ話してるじゃん、すごい見えるし、で特に今東京ですごい有名な混んでる場所は人いないじゃん。渋谷とか原宿とか東京駅とか、すごいと思ってニュースでもそれすごい誰もいないって言うんだけど、実は人が住む場所、ちょうど今いろんな区で人が住む場所で結構今上がってるじゃない？いるよね。だって今みんな多分東京とか行けなくなった分、近所の公園とかに集まっちゃうんだ。そう、本当にびっくりしたなんかこの前にすっごい気をつけながら会社で来る前行ったの、電車乗らないように、だから監督が運転してくれてて、こっちも私たちもすっごい気をつけながら会社に向かったんだけど、その時にすっごいびっくりしたのは、一気に杉並区に入ると、すっごい人の数が多くて、商店街もバーって人がいるし、マスクしないおじさんも歩いてるし、なんていうか3人で楽しく靴の買い物してる人とか、もう商店街の奥のは人だらけで見えなくて、これがなんかまずいんじゃないかな。海外のミスしたことで今私たちが並べるチャンスじゃない、いろんな海外の今すっごい困ってる国のミスならないように、その国より私たち今守る力とチャンスも時間まだある。そうだね。なんでそんなに人がいたってものすっごくショックだった。確かにすごいね、それ外出てないから分かんなかったけど、でも公園とかは本当に、普段ってさみんな公園もう行かないじゃん。ショッピングモールとか、遊園地とか楽しいところ行くじゃん。あと遊ぶときは飲んで、居酒屋で飲んでカラオケ行ってだけど、できないからみんなが一気に公園行くから、普段ほとんどさ人が2人ぐらいしかいないような公園、大きい公園行っても何十人とかいるじゃん。いや、そうでもしょうがないかもね。なんか例えばさ、家族でさ、ちっちゃい子供がいる家とかさ、ずっと子供が家にいたらやっぱストレスじゃん。だからせめて、なんか公園でちょっと遊ばせてあげようとかさ、気持ちもわからないでもないけどね。で
でもちょっと確かにね家でエクササイズしようって感じ、でももう布マスクってコロナが流行りだした時にうちのママがもう 10枚ぐらい手縫いで作ってくれてたから、よかったね。そうそうだからもらっても、なんか病院で働いてる友達とかに送ろうかなと思って、いらないあるし、偉い。だって外出ないしさ、布マスクもあるからそれ洗って使ってるから、なんか自分より絶対必要な人はいるよね。ナースの知り合いがいてその人にどうしてもあげたいなと思うけど、ね、確かになんかやっぱりだんだん今でも病院とかでマスクが足りなくなってしまうところなので、それはすごい心配だよね。ねえ本当にありがたいよね、それでも働いてくれる人。お疲れ様です。 You stay healthy, Hiroko. Stay healthy. Thank you, you too. Thanks for sharing your insight, and I hope I catch you soon. Stay healthy, stay safe, and good luck with your challenge. Oh yes, Yeah, she's doing a thank you. challenge on her channel right now as well. She's putting up videos every day. So if you want to go hop over to your channels, it's in English, right? Yes, mainly in English. It's in English. So catch you soon. Bye. Bye.